どうも、こぜです。今日はこのネイルの作り方やっていくんですが、以前こちらの動画で自分の好きなキャラクターのネイルを作る原稿の作り方、ややこしいな。それを紹介したんですけど、ちょっと手順が煩雑なので、もうちょっと簡単なやり方、今日はご紹介していきたいと思います。今回ジェルネイルとポリッシュ両方試してみたので、最後まで見てみてください。では、スタート。キャンドゥに行ってシール買ってきました。くまのプーさん。次のやつはちょっと受け狙いなんですけど、指にカレンダーあったら便利じゃないっていうことで、カレンダーのシール買ってみました。スマートウォッチ買え。次、このレトロな感じが可愛くって、乱れ髪のステッカー。次は名画シリーズルノワールのステッカーですね。これ綺麗にちゃんと色出るのかな？はい。あ、次も文豪シリーズ。夏目漱石モチーフのこんな感じのステッカー。最後は初恋。この日本語のところが可愛いなと思って買ってみました。以上、キャンドゥで買ったものです。次はダイソーに行ってこういうの買ってみました。春になったらミモザのネイルやりたいなと思って。次、ラムちゃん。かわいいね。次、ロゴ好きにも程がある私。英語のフレーズのシール買ってみました。あと、ダイソーの塗り絵コーナーにこんなんあったんですよね。シール遊び。こんなものあるんだ。びっくり。で、これはシールなんですけども、このシールを剥がして、この絵のところに貼って遊ぶっていう、画期的、これ。前トイストーリーネイル作ったことあるんですけど、これ使いたいな。かわいい。シール59枚あります。ディズニープリンセスシール遊び、こういうのもあった。シールは59枚。結構写実的な感じのプリンセスたちのシールです。後ろにはこんなシールがありました。ミッキーだよ。シール80枚。お得。ミッキーと愉快な仲間たちがたくさんいます。後ろの方のページにもたくさんミッキーと愉快な仲間たち。今日はこのシールを使ってネイルの原稿にしていきたいと思います。あ、まだあった。昔フィンランドに行かれたからのお土産でいただいたものです。かわいいね。この白黒もかわいいね。これも使ってみます。用意するのは A4 のコピー用紙です。今日使うシールたち、デザインの周りが白い方がやりやすいです。シールを剥離紙から剥がさずにこうやって置いていきます。このマスキングテープで留めていきます。このマスキングテープ自体も素敵なので、これも後でネイルにしていこうと思います。こうやって A4 のコピー用紙にどんどんレイアウトしていきます。もう一枚同じように A4 にこうやってレイアウトしてみました。これをセブンイレブンに持っていてカラーで縮小コピーします。コピー機は最大 A3 の大きさのものしか原稿として使えないので、この A4 のものを2枚いっぺんにカラーコピーしていきます。40% の縮小率でカラーコピーしてきました。セブンイレブンでカラーコピー1枚50円でした。結構綺麗に発色したなぁ。いい感じ、いい感じ。ちょっと今いろんな指で大きさを確認しています。原稿の端っこに少しスペースがあったので、うるせえやつらのシールを滑り込ましてコピーしたんですが、絵の周りに白い余白がないと後で切ったりするときにめんどくさいんですよね。なのでもしこのラムちゃん使うとしたら、この辺綺麗に切り出ししないといけないね。プーさん、いい感じの縮小率になったんではないでしょうか。カレンダーちょっと厳しいな。老眼だし厳しいな。では実際にネイルアートやってみます。こんだけシール集めておいて、まさかのこのマスキングテープの柄を使うっていう。ラップを用意します。10センチ ×4 センチくらいの大きさです。さっきのマステの柄ですね。切り取りました。こうやって置いて、このダイソーの除光液を使います。
これ以外の除光液を使ってもできるかもしれないんですが、やったことないのでわかりません。すみません。結構たっぷりめにこの除光液を垂らします。で、クリアファイルをカットしたものを上にかぶせて、きれいに洗ったお弁当の蓋でも OK ですよ。あとはこする。どれくらいこすればいいのかな。皆さん自主トレしてその辺は見極めてみてね。ではめくってみます。めくる時のコツ、土台のラップ押さえてね。うおー、めちゃ綺麗に噛み取れた。これはもうポイッと捨てます。結構べっとり除光液が残っているので、キッチンペーパーで優しく拭き取ります。特に模様があるところは優しくして、ハサミを使って切ります。結構切りづらいんですけど、そこは頑張る。カットできたらこれをスタンパーの上にそっと置きます。これはシーインで買ったスタンパーなんですけど、セリアの透明のスタンパーでもいけると思う。多分。すごい綺麗。じゃあこれを貼っていきます。言うのを忘れておりました。仕込みがいるんだった。ネイルにこのホイルグルーを塗って2、3分乾かしておきます。実はすでにホイルグルー塗って乾かしております。お料理番組方式です。上から狙いを定めて貼ります。ちょっと定めすぎじゃね？ど真ん中に貼りたいからちょっと慎重にやっておりますよ。はい。で、グッと押す。セリアのスタンパーもしかしたらこのグッと押すのが難しいかも。画面上綺麗に見えるんですけど、結構シワがあるので、ダイソーのシリコンペンでシワを伸ばしていきます。よし、シワ伸びたっていうところまで来たら、トップコートを塗って仕上げます。ひょっとしたらトップコート2回塗った方が綺麗に仕上がるかなとも思います。これ2回仕上げ、綺麗ね。と言いつつ実は画面ではわからないくらいのシワが肉眼ではわかるんですが、まあよし。はい、ここからポリッシュ編。完全に乾かしてくださいね、ポリッシュ。ベースを塗った次の日にアートするのがいいと思います。ホイルグルーを塗っていきますね。ホイルグルー塗るときは餅のことを考えると1ミリくらい残して内側を塗るのがいいかと思います。で、またラップに転写していくんですが、こういう作業はジェルネイル塗ったりポリッシュ塗る前に準備しておく方がいいかなと思います。今回この大きいやつを果たして綺麗に貼れるのかっていうのを試してみたいと思います。今回ね、クリアファイル取るときに紙が取れなかったんですよね。なのでマニュアルでこうやって取りました。マニュアルってなんやねん。で、切ってですね、今回はデザインナイフで切ってみましたよ。やっぱ切りづらい。そしてスタンパーに貼り付けて、ネイルにスタンプ。なんかルノアールの絵じゃなくなった。まあ実験だからいいです。シワがあるのでそれを伸ばしていきます。ポリッシュのトップコートで仕上げます。やっぱりポリッシュはカバー力がないのよね。こうやって塗りたてはとっても綺麗なんですけど、乾くとどうもぷっくり感がなくなってシワが目立っちゃうな。ガタガタしてるの見えますか？なのでもう一回トップコート塗ります。で、やっぱり塗りたては結構綺麗な感じなんだけども、騙されんぞ私は。乾いたらこんな感じ。ちょっと表面ガタガタしてるところがありますね。やっぱり貼る絵が大きすぎたかな。ということで小さいデザインでもやってみました。何の問題もない。めちゃ綺麗。これポリッシュなんです。トップコート2回塗り。小さいデザインだとうまくできました。というわけで今回はこの5つ作ってみました。上の3つがジェルです。下の2つがポリッシュ。板ネイルとか推しネイルを作りたい方はネイルチップで作られる方が多いかなと思います。ジェルで作るのが綺麗にできるかなと思います。私はジェルアレルギーがあるので地詰めにするんだったらポリッシュしか使えないんですけど、ちっちゃいデザインワンポイントとかだったら今日のやり方できるかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でドロンします。